さんこんにちは、立花さゆりです。今日はですね、人の褒め方を間違えてしまうと逆効果になってしまいますということでお話ししていきます。このチャンネルでは人間関係や生き方に悩んだ時のヒントをお話ししております。役に立ちそうだなと思われた方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、そして今までの動画の中でまず夫婦間でお互いを褒めましょうっていうのと、あと人を褒める時のポイント3つ、そして一番褒めてほしいのはご自身を、自分を褒めてくださいねっていう動画を撮っております。まだ見てない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てない方は見てみてください。そして私が思うには、夫婦間に限らず人間関係においてお互いを褒めるっていうことはもう非常に大事なコミュニケーションの手段だと思ってます。でも何でもかんでも褒めるっていうのは良くないですよね。何でもかんでも無理やり褒めようとすると、もちろんそれが相手に伝わってしまって逆に溝が生まれてしまいます。というのは、人を褒めるのにもセンスがいります。相手が何を大事にしているかを見抜く力が必要だからです。そして人間はみんな承認欲求を持ってます。承認欲求って言っても人それぞれです。相手の承認欲求を満たしてあげたいからといって何でもかんでも褒めるのは良くないです。大事なのはその人が何を大事にしているのか、何を認められたいのかを察する力が大事だと思います。例えば私女性なので、可愛いですねとか綺麗ですねとか言われたら、それはもちろんめっちゃ嬉しいです。でも何より言われて嬉しかったのが、一緒にいて楽しかったとか、話が面白かったとか、そして一緒にいたら落ち着くわとか、そして話を聞いてて刺激になったよって言われたのが一番嬉しかったです。まず私、人と一緒にいたら相手に笑ってほしいんですよ。楽しい雰囲気を作れたらいいなと思ってます。そして友達もそうなんですけど、従業員さんにも安心感を与えれたらいいなと思ってます。そしてたまに私もう狂ったように哲学の話しだすんですよ。それを煙たがらずに聞いてくれて、そしてもう刺激になったって言ってくれたのがもうめっちゃ嬉しかったです。はい、なので人を褒めるときは何でもかんでも褒めるっていうよりも、ちゃんと見て相手が何を認められたいのかを察してあげて、それを褒めてあげれたら、それはもう褒めのプロです。もうコミュニケーションのプロです。はい、そして少し話それますが、アドラー心理学では人を評価するような褒め方はあんまり良くないと、控えた方がいいよという考え方があります。そして私はアドラー心理学って子供の教育心理学的なものがあるんじゃないかなと思ってます。そしてアドラーは子供を褒めるっていうことは、その子供の自立、そして自己成長を促すためのものではないと言ってるんですよ。子供を安易に褒めてしまうと、次はその子供がただ単に褒められたいがために動く傾向があるから、そういった褒め方は注意した方がいいよっていうふうに言ってる気がします。なのでアドラーが褒め方には注意が必要と言ってるのと違って、私たち社会人、この社会人っていうのは学生か社会人かっていうのじゃなくて、実社会で生きている私たちにとって相手を尊重した褒め方っていうのはとても大事なコミュニケーションだと思ってます。そして人を褒めようと思ったら、その相手のいいところ、褒めるところを探しますよね。相手の
褒めるところを探すってことは、その相手の長所を探すことになります。人の長所を探すっていうことは、私たちの脳の中にあるラスって言って、情報フィルター部分、スポットライトってよく言われるんですけど、スポットライトで人のいいところだけを探そうとするんですね。このラスっていうものについてまた別の動画でお話ししております。まだ見てない方は概要欄から後で見てみてください。人のいいところを見て上手に褒めれる人は、このラスの使い方が上手な人なんじゃないかなと思ってます。上手に褒めれるってことは、人をよく見てるってことです。では皆さん、これから人をよく観察して、そして褒めてあげて、そして何よりも自分を認めていっぱい褒めてあげてください。はい、皆さん、今日の動画いかがだったでしょうか。いいねボタンとチャンネル登録、そしてコメントもぜひお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。